皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。これまで反応を伴うシステムに関係する現象、微分方程式の立て方、構築したモデルを使う解析法について説明を行ってきました。そこでこれから少しずつ反応が関わる実際のシステムについての数式モデリングについて話していきます。今回は空気清浄機を使った空気中に含まれる有害物質の分解・除去に対する数式モデリングを取り上げます。今、横の長さ5メートル、奥行きの長さ4メートル、高さ3メートルの部屋を考えます。室内の空気体積 VR は60立方メーターエア、壁の面積 AR は54平方メーターウォールとなります。壁からは揮発性有機化合物 VOC がある一定の速度 K で放出されており、現時点で空気中の VOC 濃度は C0ppm となっています。空気を浄化するため、室内には空気清浄機が置かれています。これは装置内に取り込んだ空気を触媒反応により VOC を分解します。その分解速度乗数は K です。この時点ではいくつかのパラメータが分かりません。これらは実験により決定することになります。この反応形に対して数式モデルを構築します。まず、空気清浄機による分解は一次反応に従うとします。なぜなら、空気中の VOC 濃度は通常 1ppm よりも低いからです。固体触媒反応の一般式はラング・ミュア・ヒンシェルウッド型ですが、濃度が低いと一次反応で近似することができます。これは酵素反応のミカエリスメンテン式において、基質濃度が低いとき、一次反応で近似することと同じです。空気中の VOC 濃度の時間変化は1式で与えられます。また、初期条件は2式となります。ここで重要なことは、室内の空気が完全混合状態にあり、VOC 濃度は空気全体にわたり均一であると仮定することです。実際の室内には濃度分布が存在します。しかし、これを仮定しなければ、濃度の予測が困難になります。今から25年くらい前の話です。ある日、私の研究室に空気清浄機を開発したいというエンジニアが訪れました。彼は私が開発中の空気清浄機に関する記事を読み、教えを請いに来ました。彼はその前に他の大学の建築工学科の研究室に出入りし、空気清浄機の開発の手ほどきを受けていました。広い室内のある場所に空気清浄機を置き、また離れた場所に VOC 濃度測定器を置いて実験を行っていました。その時、彼は研究室の教授に次のように尋ねたそうです。今より部屋が広くなったらどのくらいの時間で VOC 処理が完了するかを
予測できるのかと。教授は即座にそれはできないと答えたそうです。これを聞いたエンジニアは装置の処理性能を明らかにできないので、この研究室にいても何も進展がないと思い、私のところへ駆け込んだということでした。確かに正確な予測はできません。しかし、ある程度の予測ができるような形で装置開発を行うべきです。その方法が、空気は完全混合状態にあり、空気中の VOC 濃度は均一であるという仮定を置くことなのです。予測ができる状態でモデル式を立て、実際の室内ではその計算結果から処理速度の違いを考え、VOC 濃度を見積もるというわけです。この数式モデルには、壁からの VOC の放出速度 K、空気清浄機による VOC 分解速度スモール k が与えられていないので、これらを決定する必要があります。簡単のため、ここでは VOC が1種類であるとします。放出速度 k は、室内の壁がどのような建材で作られているかにより大きく異なります。文献から値を探し出すことができるかもしれませんが、一番確実な方法は測定することですね。測定法には、壁材と同じものを用意し、これを1立方メーターの空間に入れて VOC 濃度の時間変化を測定することが考えられます。しかし、すでに建築された家屋ではこのようなことは多分不可能です。そこで一案として、図のように壁を1立方メーターの箱で覆い、同様に VOC 濃度の時間変化を測定します。どちらの方法でも容器内には扇風機を使って空気を完全混合状態にします。おそらく VOC 濃度はほぼ直線的に増加すると思います。測定値へ最小2乗法を適用し、原点を通る直線を求め、その勾配から径を決定します。次に、空気清浄機による VOC の分解速度乗数の測定方法です。VOC を1立方メーターの空間に揮発させます。私は基地の濃度の VOC 水溶液を作り、これを電気で加熱した金属板に滴下することで瞬時に VOC を揮発させるようにしました。空気は扇風機で攪拌しているので、空間の VOC 濃度はすぐに一定になります。これにより図のようなデータが取れます。ここでは1式において壁からの VOC 放出速度項を除いた式を使います。直線部分のデータへ最小2乗法を適用して直線を引きます。そしてその勾配 G を使い K の値を得ます。決定した速度パラメータを
1式へ適用します。これに2ページ目で設定した室内条件の値を入れます。あとはこれを解けば VOC 濃度の変化がわかります。ここで VR と AR を変えれば、さまざまな広さに対して VOC 濃度の変化を計算することができます。得られた計算結果を見て、あなたは濃度変化が意外に遅いと感じるでしょう。これは空気中の VOC 濃度がとても低く、VOC を迅速に分解することが容易ではないからです。また、多くの市販された空気清浄機では、VOC 濃度が 1ppm 以下になると処理速度が急激に遅くなります。その結果、VOC 濃度は0まで低下せず、途中で横ばいになります。これは1式において VOC 分解速度項の値が小さいため、VOC 放出速度項の影響が強く出ることによります。いずれにせよ、このようなシミュレーションを行うことで、開発中の空気清浄機の性能が明らかになります。これにより、VOC 濃度の低下速度が遅いと思うならば、性能を高くするように装置の改良を行うことになります。本日のお話はこれで終わりです。それでは次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。